じゃあこれをですね、まずはヘゴ板、今日手に入りました。私の花屋の友人がですね、もう30年ぐらい持っていたやつを譲ってくれたんで、1.5 メーターぐらいの丸物でした。それをちょっとカットしてこれぐらいのヘゴ板を作ってみましたんで、これにつけたいと思います。ヘゴ板の方がですね、活着率がいいんで、あと根っこもきれいに張ってくれますからね、これにつけていきたいと思います。こういう感じでつけようと思っておりますんで、1.5 ミリのアルミ線で一応固定していきます。でこれに穴を開けていますので、それに通していきます。これで通して後ろで縛っていきます。こういう感じで1箇所止めます。1箇所止めて、1箇所止めます。これで止まりました。こういう感じですね。これがまず一応基本です。でここからですね、夏場にちょっと水を欲しがりますんで、これが細葉沖縄苔っていうんですけど、細葉沖縄苔ですね。これを株元につけてあげます。こういう感じでつけて、夏の保水性を良くしてあげます。去年、試験的にリンドレを夏場にですね、受け皿に水張って、それにもう根っこだけつけていたんですけど、すごく成長良かったですね。ですから夏場の水やり、バルブをですねシワシワにさせないような方法で育ててやると結構きれいに育ちましたね。でこれをどうやって止めるかというと、白縄で結びます。はい、こういう感じで、2ヒロ半ぐらいをちょっと用意しました。2ヒロ半ぐらいですね。この細葉沖縄苔です。ちょっと分厚いんですよね。で将来はですね、この白子宮の上に上までカバーしてくれるような感じで成長してくれるんで、白縄が目立たなくなりますんで、これを株元に巻き込んであげます。最初にギュッとしてあげますね。ギュッとして押さえ込みます。ギュッと押さえ込んでいきますね。株元にもう一回ギュッと押さえ込んで、これ今沈んでいるけど、将来的にはこの白縄の上に苔が盛り上がってくるはずです。はい、2ヒロ半じゃちょっと足らなかったんで、もう一つつなげよう。
将来的に値がつけばですね、これは取ることもできますからね。しっかり巻いていきます。この株元までしっかり巻くことによってこれが株が安定しますからね。こんな感じです、見た目がですね。と、夏場にここに集中的に液肥とか水をやると株がよく育ちますんで、それも含めて今回は根っこだけじゃなくて、細葉沖縄ゴケも添えて水持ちをよくしようと思ってこういう形にしました。で後ろもこんな感じですよね。こんな感じ、将来根っこがパッとついてくればこれはもう取ってもいいしですね。この出来上がりが 1,2 年後、もう完璧に根が出るのは 1,2 年後だと思うんですよね。この方も株作るのに5年かかったと言われてたんで、1、2年の長いスパンで見てやってほしいかなと思います。でこれが、来年再来年用に完成してくるかなと思っているところですね。でも今仕込まないと、将来はないんで、こういう仕込みです。でこれがこの花芽がですね、この植え替えしてこれだけショックを与えて どれぐらい咲くかというのも一つ、試験をしようと思って残しているところですね。こんな感じ。でもこれが欲しいわということはこれでいいんであればですね、多分販売の方に載せられるかなと思いますんで、YouTube の方を見てもらって問い合わせてもらえればいいかなと思います。つけたまんま、完成は1年後を考えておりますけど、これを自分で育てたいわっていう方はですね、ぜひ問い合わせしてみてください。もう貴重なエゴ材ですね。ティンドレの株立ちですね。株立ちを植えていこうかなと思っていますんで、でもこれもですね、ただ突っ込むだけじゃなくて、ちょっと下の腐ったところとか根をほぐしてからそれから入れようと思っていますね。そこら辺をちょっと説明していきたいと思います。まずはですね、この根っこが結構張っていますんで、この根っこもちょっと取ります。将来は板につかないからですね。でも花好きの方が昨日来られて、このバルブが欲しいわっていう方で一つ握っていかれた方がいまして、結構値段したんですけどね自分で株を分けする楽しみもあるんでしょうね。好きな人はそうでしょうね。去年咲いた花芽の茎が結構残ってますね。去年は咲いたんですよね。それではこの株をちょっと鉢から出していきますね。
はい、こんな感じで出ました。あ、でもこれはですね、中の根っこがしっかり生きてますわ。ある程度生きてるんで、これも生かそうかな。どうしようかな。ちょっと悪そうな根っこだけちょっと外していきますね。こういう感じで根をある程度整理しました。下の方を切ってですね。でもこれしっかりこう、根っこが生きてるんで、ある程度こう割りそうな水苔をちょっと省きますね。割りそうな水苔省いて、苔をちょっと巻いてから苔玉を作って、それから押し込もうと思ってますんで、少し苔玉を作ってみますね。これ灰苔ですね。さっきは細は大きな苔だったけど、今回灰苔を使います。これを巻くことによって、ちょっと保水性があると思うんですよね。保水性が出てきますんで。これでだいたいくるんであげて、少し糸で巻いていきますね。夏場の保水性がですね、いい方が結構根が張ったみたいなんで、これも苔を巻いて保水性を良くするためにやっています。ある程度こんな感じで苔を巻きました。どうせこれ押し込むからですね、あんまりピシッとなってなくてもいいのかなと思います。こういう感じでですね、もう固定できましたんで、これであとこれに根を張らせようと思ってるんで、これで OK だと思います。はい、こんな感じで、今年根をどんどん張らせていこうと思っておりますんで、はい、将来的にこれに根がバーッとついてですね、かっこよくなるかなと思っております。
こういうところで、あとはですね、固形肥料と液肥を5月後半と6月と7月中にしっかりやっていきたいと思っております。特にですね、今年は3000倍ぐらいに薄めた液肥をしょっちゅうやろうかなと思っておりますので、そこで、うまく育てて来年きれいな花を咲かせようかなと思っています。でもこんな感じだと、ある程度外に置いて、雨が当たるようなところに置いてですね、西日が当たらないようなところに置いて水をしっかりやっていけば、夏は観葉植物としても見れるし、成長が根の出る成長がですね見れると思うんですよね。そこら辺もいいのかなと思っておりますんで、こんな感じですね。これもですね、もし自分で育ててみたいわという方はくるから村のホームページの方で問い合わせていただければ販売できるかなと思っております。はい。こんな感じで、世界に一つだけのオリジナルの置物ができるかなと思っておりますので、皆さんよければご検討してください。はい。リンドレーのヘゴ漬けでした。はい。じゃあですね、改めて管理方法を言っていきたいと思います。まずリンドレーはですね、夏場に結構水を欲しがります。はい。ですから夏場、9月まではですね、ある程度乾かさないように水やった方がいいかなと思います。今回はですね、ある程度固形をちょっと下にしたりして、固形が乾かないようにちょっと夏場やろうかなと思っております。水は多めに、9月までは水は多めに、で10月から乾いてから水やるのと、11月には完全に水をやらないということが大事になってきますので、はい、それと11月後半からですね、ちょっと低温に当てて、10度以下に2週間を当てるというのが一応基本にありますので、そこら辺も守っていけばですね、花がいっぱいつくと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。これぐらいの株はですね、なかなか手に入らないと思います。はい。5年も6年もかけて作り上げたリンドレーですので、ぜひ大事に育ててもらいたいなと思います。私も高校1年間、頑張って育てて液肥やってですね、これ以上に育てていきたいなと思っております。はい。よろしくお願いします。このヘゴ漬けもですね、水やりは結構多めにやってください。乾いたらあげる、9月までは乾いたらあげるというパターンですね。でこれもですね、もしバルブにシワが取れない場合はもう受け皿に水張って下してやるといいかなと思います。ハイポネックスとかをですね、もう3000倍ぐらいに薄めてちょっとやってもいいのかなと思っています。そういうところですね。水やり管理は板付けとヘゴ漬け大体同じような感じで、やればいいかなと思っております。バルブがシワになった時にはちょっと受け皿に水張って入れるっていうのが一応対処法かなと思っています。はい、よろしくお願いします。